ほい、どうもです。ということで、今回はこちらのラクドスリアニメートを紹介したいと思います。こちらのデッキですが、新カード、ゾンビ化とコーマをフィーチャーしたデッキですね。MO リーグでもちょくちょく5-0してるアーキタイプということで、今回はこちらを作ってみました。ゾンビ化は青黒リアニメートでも紹介しましたが、黒単体で4マナで無条件で墓地の生物を釣り上げることができ、白黒じゃなくても4マナリアニメートができるようになっています。また、コーマは釣り上げる生物として割と優秀で、5砲4がついているため除去するのが難しく、ダメージが一度でも通ると33が大量に並んでいくので、苦々しい再開などで走らせると一気に盤面をひっくり返すことができます。また、ルーターとして異質への恐怖も採用していて、でかい生物を墓地に落とす役割はもちろん、紅葉を達成することでコーマやバルガボスで2度殴ることができ、一瞬で試合を決めてくれますね。基本的にはリアニメートに全振りのデッキのため、サイド後の墓地対策がかなりきついのですが、サブプランとしてサイド後はミッドレンジプランが取れるようにしています。最近取られることが多い除霊用掃除機の場合は、兄弟仲の終焉で破壊することができるので、主に白いデッキが相手の時に入れていく感じですね。はい。ということで今回も BO3 ランクマッチで収録していますので、実際にどんな感じで回るのか、試合の方をどうぞ。さあやっていきます。こちら後手。はい。除去があって、苦々しい再開があって、ワルガボスがあるということで、キープしていきましょう。さあ、ただ相手平地からということで、これは、はい、白タンコントロールっぽいですね。多分ね、お互いにこれ、不要牌がめちゃくちゃ多いんで、ただ基本的には、白タンコントロール相手は、リアニメートの方が有利ですね。さあ、相手ここ構えてくる。ということで、ちょっと、不要牌をルーティングしながら、リアニスペルを探しに行きましょう。リアニスペルは引かずと、相手止まってきてるんで、エンチャント破壊を持っている可能性がかなり高いですね。ウセロを持っている可能性がかなり高いということで、そこだけは、気にしていく必要があるかなと。さあ、そして相手このターン悩んでくる。世話人の才能。一旦、ドローソースを、作りに行くという形ですね。ただちょっとこっちもね、リアニスペル引いていないので、いろいろとルーティングしていきましょう。正直全部落としてもいいかな。6枚ルーティングしていきましょう。さすがに引くはず。引かない。なるほど。リアニスペル、デッキに8枚入ってるんですが、21枚引いて、1枚も引かないのは、ちょっとアンラッキーですね。さすがに、次のターン、次のターンあたり引いていきたい感じはありますが、墓地にバルガボスと、アトラクスが落ちているということで、引き抜きを引いてくるのが一番、強いかなという感じではありますね。さあ、相手このターンも悩んでくる。除去を構えるかどうかっていう感じですかね。さあ、ただこちら、何もないため、ルーティングからいきますか。相手が、ウセロとかそういう系のカードを持ってるっていうのはもう確定なので、何も引かず、結局太陽効果とかもあるんで、なんともなんですよね。ここで苦々しい再開使いたくなくて、で、そしての恐怖も2枚目は出したくないので、このままターン渡していきますかね。ちょっと1対3以上の交換は取られたくないかなという感じですね。さあ、ということでそのままターンを渡していきましょう。ただ相手は、噴水口で、ワンドローすることが可能と。ただここウセロを使ってくる。なるほど。これ結構興味深いですね。ウセロ使ってくれたので、相手のインスタント除去の札が、1枚減りましたね。普通に噴水口からワンドローしてくるかと思いましたが、2マナクリーチャーに確定除去を使ってくると。はい。さあ、グミ放棄でドラゴンも除去られていく。さっきのターンね、苦々しい再開を使わなかった理由はこれですね。起動して、スタックで、喪失への恐怖、除去られるんで。さあ、ただこっちちょっと、ハンドが弱すぎる。墓地に落とすところまでは良かったんですが、その後、はい。さあ、ようやくギックス引いてきましたが、地図トークンも使っていきますか。ウイセロ使う。なるほど。これは本当全然大丈夫。大丈夫というか、使ってくれた方が嬉しいですね。
白タンコントロールって、インスタントの除去が、おそらく4枚ぐらいしか入っていないので、除去はどんどんとね、使ってもらいたいですね。で、次のターンにはギックスの残虐から入っていけるので、次のターンは苦々しい再開を使っていっていいかなと。さあ、ということで、ギックスから行きましょう。第3章からですね。で、相手が3枚目の、除去を持っている可能性もあるということで、一旦アトラクサで、いろいろとリソースを回収していきたいかなと。もう1枚、リアニスペルとか引いてこれるといいですが、はい、ゾンビ化、コーマ、恐竜戦争。さすがにですね。こんな感じで、対白タンはね、お互いに不要牌めちゃくちゃ多いんですけど、メイン戦から、しっかりとね、一気に攻めていくことができる、こっちの方が、有利かなという感じですね。ハンデスがっつり入れて、除去を、ほぼ全部抜いて、で、ちょっとミッドレンジプランを取れるようにしていくという形ですね。正直白タン相手にドレッドとかアクロゾスって別に全然強くないんですけど、レストインピースで積んでしまうね可能性があるんで、62でいいかな。さあ、一歩目勝って2試合目。はい。これもキープしていきましょう。基本的には2マナのルーティングカードと、でかいクリーチャーがいるハンドはキープして OK ですね。さあ、相手はワンマリガンでスタート。レストインピースが置かれなければいいですが、はい、人参系からスタートと。ただおそらく、レストインピースね、デッキには入れてるとは思うので、さっさと出される前に試合を決めていきたいかなと。さあ、一旦アトラクサーを墓地に落としていく。できればね、4ターン目に釣り上げていきたい感じではありますが、さあ、ここはもう一回人参ケーキを置いてくる。動きとしては、なるほど。土地がないけど、アップキープに起動はしなかったという感じですね。さあ、ということで、こちらもルーティングをしていきましょう。4ターン目の動きがね、ちょっとこっち弱いんですけど、巨竜戦争、第1章から入っていくのは全然ありですね。5ターン目のギックスは、もう確定している状況と。さあ、2点取って残り17からの世話人の才能。さて、コピーされるのめんどくさいんで、巨竜戦争第1章からいきますか。コピーからの、人参ケーキ、こっちのターンって動かれるのがね、一番めんどくさいんで。さあ、ということで相手は、一旦、はい。さあ、人参ケーキさらに持っている。で、さらにワンドローと。トップに置いてるんで、おそらく土地ですよね。レストインピースがなければ OK。なさそう。はい。さあ、ということで、土地1枚残して、3枚ルーティングしていきましょう。いいですね。脅迫から先に行きたい感じもあるんですけど、さすがにギックスの残虐からかな。で、もちろん除去られる可能性もあるので、アトラクサ、即釣り上げですね。さあ、アトラクサをもらっていきましょう。そして手札を補充していきたいかなと。はい、別室いいですね。リリアナいる。ゾンビ化。バルガボスかな。こんな感じでもらっていきましょう。これで、サブプランもね、全然いけるんで、不浄な別室が引けたのはだいぶでかいかなと。で、次のターンは脅迫から入っていけますからね。さあ、相手は人参ケーキからドローしていく。スクライアボトムと。バルカボスは落として OK で、超ホランド落とすか。で、脅迫こんな感じですかね。結構、盤面的には有利ではないかなと。ただ相手もね、どんどんとドローができるんで、ここからどうなるかはわかりませんが。ただ基本的に白タンコントロールって、こういう、大きい動きをしてくるデッキに対して弱いんですよね。ランプ、
リアニメート、コンボ。まあそういう系のデッキに弱いのが白タンの弱点ですね。さあ、魂のスッキリ。このアトラクサーはもう出てこないですね。さあ、実質、確定除去。そして才能で、さらにワンドローしていくと。まあ、バルガモスを釣り上げることができるんですが、まあ、一旦脅迫で確認して、どうしていくか決めていきましょう。さあ、相手の手札を見ていきましょう。太陽効果とかあったら、それだけは抜いていきたいかなと。効果ありますね。まあ、これは秒で太陽効果を抜いていきましょう。で、この状況であれば、バルガボス、釣り上げて OK ですね。まあちょっとね、ギックスの残虐で相手のペスを抜くかどうかって悩んだんですけど、まあ普通にペスどうでもいいんで、ゾンビ化で釣り上げてもう殴っていきましょう。さあ、飛行13点アタックですね。で、相手のそのハンド的に、このターンにね、13点入れておけば、もう次のターンに勝っていけるんで、さあ、年人ケーキで原因はあるんですけど、さあ、スクライはどうしてくるか。ただスクライトップに置いてくる。太陽効果引かれた可能性はありますね。とりあえずワルガボスの効果で人参ケーキも出していきましょう。コーマ。これ一応残しとくかな。残しておいて、まあ、ルーティングして引き抜きでワンパンしていくっていうルートもちょっと考えておかないといけないかなと。相手スクライトップに置いてるんで、何かその対処手段は絶対に引いてるはずなんですよね。まあ、トークンが3体並んでるんで、まあ、ウセロとかだったらバルガボスも、対処することは可能。一番嫌なのは、まあ、太陽効果ですね。まあ、除去だったら次のターン、引き抜きもあるんで。さあ、相手トップに置いてかなり悩んでいますが、おっと、ただここで投了。トップ何だったんだ。GG。さあ、ということでやっていきます。こちら5手。土地5枚はさすがになんですけど、まあ、全体除去と情報ランドを2枚あるということで、キープしていきましょう。さあ、兄弟なんかの周辺2枚あるんですが、相手青黒。はい。まあ、パーツは揃ってはきてはいるんですが、ただ青黒となると、まあ、兄弟なんかの周辺があんまり刺さらない可能性は割とありますね。これライブラリアウトかな。マイナススタートだとね、正直、今の段階で投了もありましたが、まだちょっと見守っていきますか。さあ、こうなるとこちらはもう、本当に全く動けない状態ということで、苦々しい勝利が引けたのは、まあ割と偉いですね。まあワンドローされる可能性はありますけど、相手の動きを見てから、ただこれ相手、あれですね。相手もリアニメートだ。青黒、犯行現場ですね、これは。おそらく今の犯行現場って全地とか出てくるやつですかね。なるほど。さあ、ということで相手の、終了ステップに苦々しい勝利を打っていきましょう。アトラクサの方がいいかな。釣り上げる先としては。まあというのも、次のターンにはもう6マナある状況ということで、コーマがね、普通に除けられてしまうんですよね。ただ、このターンは、まあ2マナカウンターに引っかかってしまうので、まだゾンビ化は打っていきたくないかなと。さあ、殴っていきましょう。相手はルーティングをしていく。このマッチアップはね、まあ、完全に想定外ですね。さあ、相手もアトラクサを捨てていく。まあ、一応コーマを捨てていきますか。さあ、2点通って残り16点。まあ、速度的にはお互いに同じぐらいですね。犯行現場が4ターン目に決まっていくデッキということで。さあ、相手先にアトラクサを釣り上げていく。まあ、こちらも次のターンにアトラクサ引っ張っていきましょう。土地アトラクサ、ジェイス、リアニメート。まあ、もう一回、アトラクサをリアニメートすることが可能と
まあちょっとめんどくさいですが、まあこちらもアトラクサを釣り上げていきましょう。果たしてこの勝負どうなっていくのかさあ、なぜかスタックでバウンス。はい。はい、ゾンビ化、苦々しい再開と、まあ、恐怖ですね。で、終了ステップに、まあ、ディスカードが発生するということで、もう一回アトラクサとかは、落としていく形でいいかなと。まあ、先に苦々しい再開の方がいいかなと。再開を置いておくことによって、まあ、次のターン、クリーチャーをね、走らせる、ことができるということで、バルガボスを墓地に落としていきましょう。で、さらに2ディスカード。これで次のターン、まあ、コーマだったり、アトラクサ、バルガボスを釣り上げながら、苦々しい再開で走らせることができる状況ですね。さあ、相手はルーティングからスタート。犯行現場があるのかどうか。アトラクサ以外に何か入ってるんですかね。まあ、バルガボスとかは入ってる可能性ありますけど、正直こっちもバルガボスは対処することが難しいということで、さあ7点ドレインをしていく。あと釣り上げ先としては、まあジェイス。これなんだっけ。まあ、ただのルーティングカードですね。まあ、ほっといてもこれはいいかなという感じではあるかなと。さあ、7マナある状況。正直このターン、ちょっと難しいですね。アトラクサが生き残ってたら結局、まあ勝てないということで、はい、のど首引いてくる。まあ一旦対処しますか。アトラクサ除去ってからの、まあ強弾薬の終焉で、相手のアーティファクトを全部飛ばしていきますかね。全部3マナ以下のアーティファクトということで、終焉によって全てを破壊することができると。まあこれで相手はルーティング手段を失っていくので、まあ犯行現場とかは使えなくなる、感じですね。まあただ相手リアニメートもう一回できるので、アトラクサがもう一回出てくるのは、まあ確定している状況と。さあここはルーティングアーティファクトを捨てていく。さあこれで盤面的にはスッキリとしましたが、まあもう一回アトラクサですね。チョウホランド置いてから、トップに置いてリアニメートですかね。ただここはジェイスから入っていく。墓地の枚数的に、いや、まだですね。まあ、ワンドローだけですね。さあ、墓地の枚数は15枚。なるほど。まあ、一旦ゾンビ化いきますか。除去られないように、今回はバルガボスで行ってみましょう。まあ、こうまでもいいですけど。とりあえず、速攻をつけて、というか、あれですね。一室への恐怖、出してた方がお得でしたね。さあ、ジェイスを一旦落としていきましょう。まあ、すでに恐怖、紅葉を達成しているということで、出しておくと、まあ、もう一回、殴ることができたと。さあ、恐怖を出していく。まあ、土地を捨てていきましょう。はい。さあ、ということで、まあ、相手アトラクサーはもう一回、バウンス、はい。出せるんですけど、まあ、アトラクサーに関しては、全然対処はできるということで、あとはバルガボスを相手が除去ることができるかどうかという感じですね。さあ、まずはここ、インスタントソーサリーの、まあ、サイドボードとか、ライブラリから持ってくるカード。これ何持ってくるんだろう。残り3マナしかないんで、バルガボスを対処できるカードをおそらく持ってくると思うんですが、3マナで何かありますかね。
バウンスは間に合わないですね。じじ。さあ、ということで、まあ、とりあえず除霊様掃除機は入れて、まあ、脅迫も入れていきますか。ただ、入れたいカード的には、そのぐらいですかね。まあ、除去はとりあえず、切り崩しは全部抜いて OK。で、巨竜戦争はまあ、ルーティングカードでもあるんですけど、抜いてもいいかなと。で、相手、まあ、ルーティングを、まあ、アーティファクトに頼ってるデッキということで、まあ、巨大中の終焉に関しては、残してていいかなという感じですね。で、まあ、サイド後に関しては、まあ、相手もね、持ち対策入れてくると思われるので、まあ、ちょっとだけ、ミッドレンジプランも取れるようにしていきましょう。さあ、一歩目勝って2試合目。掃除機はあるけど、ちょっと他何もないハンドですね。ここから、まあ、ルーティングカード1枚でも引けたらという感じではありますが。さあ、ということで、まずは、脅迫から入っていきますか。まあ、掃除機2ターン目でもいいかなと。はい。これは、ジェイスかな、さすがに。ジェイスを抜いておくことによって、相手はおそらく何も動けなくなっていくので、で、この状態で、除霊用掃除機を置いたら、まあおそらく、まあ負けることはなかなかなさそう。という感じですね。グッドゲームいただきました。まあ、この墓地帯をかいくぐる手段を相手が持ってるかどうかですね。まあこっちはこっちで何もね、動けないハンドということで。お、さあ、ただここでルーターを引いていく。とりあえず、コーマ落としますか。そしてゾンビ化もいただきました。これ相手次のターンカウンターとかハンデスとかなければもう試合が決まっていきますね。さあ、ということで、コーマを釣り上げていきましょう。はい。で、コーマに関してはもう、まあこのマナだと、まあ富国除去、全体除去とかでしか落とすことができないということで、そのままいけるのではないかなと。さあ、アタックから発展通って残り12からの33が4体出ていく。うん。さあ、対処手段があるのかどうか。まあ、全除去があるかどうかですね。さあ、ただここで投了と、10時。さあ、やっていきます。こちら後手。はい。まあ、悪くはないハンドですね。まあ、苦々しい再開からコーマを落として、まあ、ただ除去がね、押し出すしかないということで、相手がアグロの場合はちょっと厳しい。さあ、ただ相手ボロス。まあ、ただ相手、ダブマリということで、どうでしょう。お、さあ、ここ、1点だけ。ワンラウンド。これはまあ、さすがにカットしそう。うん。まあ一応コーマ落として、まあただ、リアに引けなかったら全然ワンチャン負ける可能性もありますが。さあ、どうですかね。ただここはかなり早い判断と、まあ2試合目いきましょう。まあ、相手ボロスということで、去年なんかの終焉2枚、3枚目と、あとはシェルドレッドは入れていきたいかなと。で、このマッチアップだと、コーマが一番、まあ、デカブツの中では弱いので、1枚抜いていく。こんな感じでいきましょう。さあ、1歩目勝って2試合目。まあ、悪くはないかな。まあ、一応ブロッカーがいて、で、ブロッカー出しながらルーティングができるということで、最低1ターン目何もなし。情報で、土地を落としていきましょう。まあ、でかい生物が引ければという感じではありますが、相手は挑戦者からスタート。お、コーマ引きましたね。ただ、恐怖から入るとね、除去られて3点入れられるっていう可能性があるんで、もうここは、ソーサリー除去で、しっかりと除去っていきましょう。さあ、ただもう一回挑戦者。
からの稲妻砲を打ってくる。これで6点。残り12まで。お、切り崩し、めちゃくちゃいいですね。これはもう恐怖出して、コーマンを落としながら、切り崩しも打っていきましょう。おっと、ゾンビ化を引いていく。これはね、ちょっと申し訳ないけど、まあ4ターン目に GG かなと。まあ宿敵が出てきても、苦々しい勝利でね、しっかりと除去っていくことができるということで。さあ、ということで、まずはワンパン入れていきましょう。で、これ2回殴ることできるんですけど、2回目は一応立たせておくかな。うん。まあ特に、ライフをね、詰める意味もあんまりないということで。さあ、4ターン目コーマー。で、こうなっちゃうと、さすがにですね、GG。良ければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。高評価が動画制作の励みになります。それでは、またね。